感じに弾をばらまいています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はマシンガンを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらに仕組みを改良して、より連射力を上げたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは前回作ったハンドガンにバッテリー10本分の電気を流して連射できるか試してみましょう。なるほど。この弾の配置だと発射できない弾が出ています。もっと間隔を空けてもすべて発射することはできませんでした。そこですべての弾を発射できるように弾に90度角度をつけて4つの角度で並べることで前後の弾に通電する間隔を 0.4 秒ずらしました。こちらをたくさん並べてくっつけたら前に置いた草を狙って発射してみましょう。早速バッテリーをつけて電気を流してみると、あれ？発射されませんね。よく確認してみると、前につけた水晶が、タングステンに通電させる、鉱酸のパーツに接着していませんでした。事前に確認をするべきでしたね。しょうがないので、もう一度組み直して、電気を流してみると、なるほど、途中から誘爆してしまっています。これでも連射はできますが、途中で止めることはできなくなるので、誘爆しないように改良しましょう。反応を軽減するために火薬の後ろに草をつけているので、その草が誘爆の原因になっているんじゃないでしょうか。そこで草を取り外して草より燃えづらい古代の軽量プラスチックに交換しました。これなら誘爆を防げるんじゃないでしょうか。もう一度組み直して試してみると、結果は同じでした。どうやら草のせいじゃないみたいです。ここで弾の組み方を少し変えて前後に狭く左右に広く間隔を空けるようにしました。とりあえず4つの状態で点火すると、よし、誘爆せずに一発ずつ発射できました。早速弾を組み立てましょう。前後が狭いおかげで、全部で64発の弾を並べることができます。ここに電気を流すと、ちゃんと誘爆せずに、少しずつ発射させられています。でも、最初からバッテリーをつきっぱなしにすると、最初は64発の弾に通電するので、連射が遅いですが、徐々に通電する弾の数が減っていくので、最後の方だけ高速で連射できました。でもこれではマシンガンっぽくないので、もっとスムーズに連射できるように、いろいろ試していきましょう。コンデンサーを一つ挟むと、最初の一発だけはすぐ発射されますが、それ以降の発射はさっきと同じでした。今度は水晶を挟んだコンデンサー3つを試すと、これは3つ同時に消費されて、一発しか発射できません。今度はコンデンサに2センチの厚さの水晶をつけて、断続的に電気を流します。ダメですね。水晶からタングステンに通電する前に電気が途絶えるので、発熱しません。その場合は電力は消費されずに、コンデンサに戻っているみたいです。今度はコンデンサを10個直列にしたものをつなげてみます。水晶をつけたままだと同じ結果ですが、水晶を外すと、なるほど。コンデンサが順番に消費されて、弾を6発ほど発射しました。コンデンサ直列作戦は良さそうですね。今度はコンデンサを36本つなげてみると、さらに消費が遅くなって、多くの弾を発射できました。
でもまだ全て発射できていないので、もっとコンデンサの数を増やしていきましょう。どんどん増やして、全て発射する数を探っていくと、弾の数より1つ多い65個のコンデンサを使うと、全ての弾を発射できました。すごい数なので、もっとまとめてコンパクトにしましょう。しかし、すべて一気に発射するのではなく、少しずつ発射していくと、途中で電気を使い切ってしまって、すべて発射できませんでした。そこで、バッテリーを1本補助電源として使うことで、少しずつ発射した場合でも、コンデンサが充電されて、すべて発射しきれるようにしました。これで連射の仕組みはできたので、手に持って撃てるように仕上げていきましょう。ハンドガンの時と同じように、手を離さないためにベアリングを挟んで、コンデンサの塊をトリガースイッチに取り付けました。この状態で地面に下ろして、手に持って撃ってみると、連射できています。でも反応で狙いがブレまくっています。この反応を軽減するために、体に当てて安定させるためのゴムを追加しました。よし、ゴムのおかげで揺れを軽減できている気がします。でも狙いは結構ずれてますね。とりあえず前にある草を狙ってみると、いい感じに弾をばらまいています。ばらまいた弾が2人当たって、吹っ飛ばしてますね。これでマシンガンは完成です。カメラに向かって撃ちましょう。64連射すると、結構迫力がありますね。前にある木を狙ってみると、機雷がかなりブレますが、弾の数が多いおかげで、それなりに当たってくれました。そして、もっとしっかり当てたいときは、少しずつ連射することで、命中率を上げることができます。それでも狙いがずれるので、精密射撃向きではない武器です。では、いつものように、巨大な木から狙っていきます。これだけ的が大きいと、適当に撃っても当たりますね。結局2本の木の葉っぱを破壊することができました。そして、ドローン工場の壁を狙っても、かなりの数の弾が当たって、粉々にすることができました。しかし、風力発生機の方は、弾をばらまくせいでうまく当たらず、倒しきることができません。連射するだけでは無理そうだったので、少しずつ連射して、確実に当てていきましょう。そのまま少しずつ耐久力を削っていって、よし、破壊完了です。では次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、マシンガンで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。一気に連射すると、さすがマシンガン。こういうたくさんの弱い敵には強いです。64発の弾を乱れ打ちすることができるので、バシバシ弾が当たって、かなり多くのザコキャラを殲滅することができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。コンデンサの数が多いので、両手でしか持てませんが、こうやって弾の隙間を照準器代わりにして、しっかり体にくっつけながら、トリガーを引きましょう。銃は暴れていますが、ちゃんと前に弾を飛ばすことができています。なかなか爽快な武器ですね。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスの針を重ねた弾を追加したら、こちらの巨大スライムを狙って発射してみましょう。果たして倒すことができるんでしょうか。いきますよ。発射ー。
しまいました。最初の4発以外はダメージを与えることはできないので、なるだけ接近しながら初段を当てることを意識して撃ちまくってみると、やったー !47,892 ダメージ、巨大スライムを倒しました。重ねたガラスの針はいい感じに弾かれて大ダメージが出てくれました。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたマシンガンさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイ